皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。ウクライナにおいては冬将軍の到来に伴って各地において非常に厳しい寒波に見舞われていますが、それでもなお各地で激しい戦いが続いています。今回の動画ではそうした表現としての激しさではなくて、では数値としてそれがどのようなことになっているかを戦争研究所やイギリスの国防省などが分析して発表しているので、その数値を見て実際どれだけの規模での犠牲者が日々発生しているかお伝えしようと思います。そして国際情勢や戦況解説の時に必要な日本人の見方ではなく、当事者たちがどのように考えているか、そうした自分自身の目とはまた違った考え方も存在することを意識することでしょう。多くの兵士たちが亡くなる人海戦術をロシア軍が用いているのに、なぜロシア国内においてはそれが受け入れられているのか、そのことについてもきっと理解が深まるはずです。それでは早速今日の解説を始めます。今日取り上げる話題は主に3つ。まず、戦況解説。そして、戦場でどれだけの人が亡くなっているか。特にロシア軍側の死傷者が最悪レベルに達していることを数値でお伝えします。そして、多くの兵士たちが亡くなっている。そのことに関して、プーチン大統領やもしくはロシア政府の見方としては、どのような考えなのかについて解説していこうと思います。なお、戦況解説に用いる地図は戦争研究所の発表しているものを引用しています。赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域です。まずは早速、主だった戦域についての解説をしておきます。東部戦線で最も激しい戦いが行われているのがアウディウィーカ戦役です。東部戦線バフムトと同じように人海戦術をロシア軍が使用し、多くの兵器や兵士が投入され続けています。寒波の到来によって戦闘の規模そのものは若干は小さくはなっているものの、ロシア軍はこの地域を制圧しようと寒風吹きすさぶ中でも攻撃を仕掛けてきます。アウディウィカの町は南側においては非常に堅い守りを見せてロシア軍を撃退し続けています。一方で町の南東部においてはロシア軍の方が徐々に前進を果たし、工場地帯などをロシア軍が侵食。それに伴ってウクライナ軍は後退を迫られ、防衛ラインの引き直しを図っているところです。しかし、最も弱点となっているのは北側で、ウクライナ軍、ロシア軍双方の激しい戦いが行われています。ただ、ロシア軍としては犠牲を厭わない前進に伴って、突出している部分が発生し、これに対してウクライナ軍が猛烈に集中砲火を浴びせて、撃退するといったことも起きています。現在、アウディウィカにとっての弱点となっている北側、この北の側面に対して、ウクライナ軍がどれだけ手当てをできるかが、アウディウィカ防衛戦にとっての運命の分かれ道となります。そして、こちらの映像は、そうしたアウディウィカの激しい戦いの様子がわかる、ロシア軍の戦闘車両たちの残骸たちです。ドローンで観察すると、大地のあちこちには砲撃による黒い穴が開き、そこかしこにスクラップと化したロシア軍の戦闘車両が散らばっているところです。このようなアウディウィーカ戦役の激しい戦いに伴って、ロシア軍の死傷者はかつてないほどの犠牲者を出し続けているようです。ロシア軍人海戦術で最悪の死傷率か、ロシアによるウクライナ侵略は東部や南部の前線で局所的に激しい戦闘が起きている。特に東部ドネツク州アウディウィーカでは戦闘車両不足に陥ったロシア軍が歩兵による人海戦術を展開し、同軍の損耗が拡大している模様だ。ロシア軍は今年10月以降、主目標とするドネツク州全域の制圧に向けた進軍ルートを確保し、州都ドネツク市の安全を高めるため、ウクライナ軍が防衛する近郊のアウディウィーカへの攻勢を強めている。ウクライナ軍高官は最近、11月下旬からロシア軍の攻撃頻度が約 30% 増えたとし、ロシア軍が第3波の攻撃を開始したと指摘した。ただ、多数の戦闘車両が参加した第1波、第2波と異なり、第3波は歩兵主体だとした。アメリカのシンクタンク戦争研究所は、歩兵部隊の攻撃について、ロシア軍の車両などの装備が著しく損耗したためだと分析した上で、歩兵主体の攻撃は、ロシア軍の急激な前進につながらないと指摘した。ロシア軍は兵力にも相当の損害が出ている模様だ。イギリス国防省は過去6週間のロシア軍の死傷率が侵略開始後の最高を記録している可能性があると分析した。ウクライナ軍の発表によると、今月のロシア軍の死傷者は
1日平均で931人に達した。主にアウディウィーカでの損耗が原因だと指摘した。これまで最も死傷者が多かったのは、ドネツク州バフムトで激戦が行われた3月で、1日の平均死傷者は776人だった。ロシア軍が多数の死傷者を出しながらも、アウディウィーカ制圧を急ぐのは、プーチン氏が大統領選までに主要な戦果としてアピールする思惑もあるためだ。バフムトにおける攻防戦は非常に激しいものだったわけですが、そのバフムトでさえ1日の平均死傷者は776人。もちろんこれも凄まじい被害が出ているわけですが、今回アウディーカの攻防戦においてはそれよりもさらにロシア軍の被害が大きいというのです。1日平均で931人が死傷している。もちろんこれは全てが亡くなっているわけではなく、死傷つまり傷ついて後方の病院などで手当てを受けて復帰する兵士たちもいます。しかし、これだけの人たちが死傷しているというのは、ロシア軍の何としてでもこの町を落としたいという願望が現れているようです。では、そのように日々1000人近くの死傷者が出ている攻勢がずっと続いている現在においても、ロシア国内においては反戦運動の盛り上がりといったものは今のところ情報としては出てきていません。兵士たちの動員に携わる事務所などが焼き討ちされるといったことはあるわけですが、多くの国民が反戦運動などに声を上げているわけではありません。そのようなことになっている背景としてこちらの情報を皆さんにお伝えしましょう。戦争研究所のレポートより、ロシア連邦領内の16歳から61歳までの男性1万人あたりのロシア軍死亡者数を確認すると、地域差が非常に大きいことが判明した。死亡率が最も高いのはシベリアと極東地域。プーチン大統領にとって最も政権への影響が小さい地域の人々だ。では、どれほどの被害が出ているか、地域差はどれほどか数値を見てみましょう。軍人1万人あたりの死亡割合が高い上位5地域。トゥバ共和国は死亡48.6 人、ブリヤート共和国は 36.7 人、ネネツ自治管区は30人、アルタイ共和国は 26.5 人、ザバイカル地方は 26.2 人。ロシア連邦というぐらいですから、連邦に属する各地の共和国やもしくは自治区といったものの名前が並んでいます。これらの地域は、プーチン大統領のお膝元である大都市ではなく、そのほとんどが地方の共和国や自治区です。多くの兵士たちが亡くなっている地方と比べて、では中央ではどうなっているか。首都モスクワの死亡は1人。第2の大都市サンクトペテルブルグも死亡は 2.5 人です。そもそも桁が全く違います。ロシア国内で今のロシアはこんな様子ですよと映像を撮影し、情報発信する方がいます。それらの人たちが悪意があるかないかは別にして、モスクワにおいては戦争中だと言っても物資は溢れているし、多くの人々の生活は全く変わっていない。欧米各国が制裁をかけたとしても何にも生活には影響がないんだよといったような話などが動画として撮影され、外に向かって発信されるといったこともあります。それを見て日本においても今回のような前提条件を受けなければ、全くロシアというものには制裁も効いていないんだな、何も影響が出ていないんだなと思いがちになるわけです。しかし、プーチン大統領のしているのはまさにそのような政権に打撃の出る、特に大都市部の人たちの反戦運動につながるようなことは避けているわけです。動員をかけるにしても兵士たちを募集するにしても、よりロシア連邦の中核にとって影響の少ない地域から多くの人々を集めて戦場に投入するというわけです。2022年から2023年にかけては、最も影響の少ない兵士の中核場所としては、刑務所が選ばれました。そして、刑務所から多くの人たちが戦場へと投入され、バフムトにおいて多くの犠牲者を出すこととなりました。そして現在では、刑務所からどんどんと引っ張ってくるというその手法に加えて、より地方の人たちに対しての動員やもしくは、募集といったものを強化しているのです。ロシアにはエネルギー資源もありますし、鉱物資源もあります。豊かな大地から穀物も多く取れます。ところが、ロシアにおいても非常に大きな格差といったものが存在します。それは政権に連なる人々と、その恩恵を得られない地方の人々です。例えば、ロシアの地方などに行けば、人々の生活は非常に苦しく、
平均月収などは10万円を下回る人たちといったものもたくさんいます。しかし、その傍らでは天然ガスや石油、ダイヤモンド、様々な鉱物資源が取れたりなどして、実際にはその富を分け与えることができれば別に貧しいわけではないといった人々も多いのです。そのような富は配分されることがなく、プーチン大統領やその取り巻きのオリガルヒといった協力するメンバーたちに集められ、その下の取り巻きへとさらに配分される形で政権は維持強化されていくわけです。そして貧しい人たちに対して生活苦からの脱出など甘い期待を抱かせるような形で高額の給料などをちらつかせて軍隊へとどんどんと引きずり込んでいくわけです。また都市部の人たちに対しても兵士として軍隊に入れられるわけですが、それらの人たちがどこに配属されるかといった死傷者が多く出るような部隊に配置されるかされないかというのも、これまた差が大きいと言われます。軍隊というのは事務仕事もありますし、兵隊に加わるような形で実際の戦場には全く行かないような人たちもいます。現在のところ人海戦術に投入されるストーム Z やストーム V と呼ばれるような部隊は、囚人兵の割合が多いであるとか、上官に対する敬意が見られない兵士、さらには政権に批判的ないわゆる思想犯と呼ばれるような分類がされるような人たちなどが積極的に配分され突撃命令を受けるといった話があります。人海戦術を使えば使うほどウクライナ軍を少しでも損耗させることができ、一方においてプーチン大統領にしてみれば政権への影響が少ない人々であれば、その命は非常に軽いと考えているのだと私は思います。戦況解説の続きです。ウクライナ南部戦線ヘルソン戦域。ドニプロ川を渡ったウクライナ軍は現在もなお陣地を維持しているところです。ロシア軍はこの部隊を何とか追い出そうとしていますが、ドニプロ川に守られる形でウクライナ軍の歩兵部隊がおり、これらからの砲撃支援によって、ロシア軍はウクライナ軍の陣地を撃破することができないようです。一方でウクライナ軍の方はというと、川を渡って物資の補給はできているのですが、戦闘車両を多く渡すといったことには未だうまくいっていないようで、歩兵主体の戦いであり、領土奪還の動きとしては大きく前進するのは現状では難しいでしょう。同じ南部戦線ザポリージャ州において、ロシア軍はかなり張り付いているのですが、そこからこちらヘルソン戦域へと回される部隊がウクライナ軍を川向こうへともう一度追い返そうとするのではないかと懸念されているところです。さて、ウクライナ全土に寒波が訪れたわけですが、特に被害が出ていたのは戦場から少し離れたクリミア半島や黒海周辺の都市でした。例えばこちらの映像は以前お伝えした黒海沿岸の都市ソチ周辺の鉄道が波によって土がえぐられて運行が停止された時の映像です。しかし、寒波のピークについては少し過ぎ去ったようで、列車の運行が再開されています。というわけで、アウディウェイカ戦役における人海戦術は、ロシア軍にとってはまさに最悪の死傷者を記録することとなっています。装備の整っていないロシア軍の特に末端の兵士たちにとっては、この冬の寒さは命取りとなるでしょう。ただ、ロシアの人々はもともと寒い地域の人々ですから、装備が整っている部隊にとってはさほどの問題にはなりません。特にクピャンスク戦役などにおいては、装備の整っているロシア軍などもかなり展開していると言われており、アウディウィーカーほどの集中攻撃がないからこそ目立ってはいませんが、決して侮っていい相手ではありません。アウディウィーカーにおける集中攻撃というのは、バフムト攻略の際にロシア軍が味を占めた集中攻撃であり、逆に言えば被害を度外視するというのであれば、それらを全て殲滅するほどの軍事支援さえあれば、ロシア軍の被害は激増することとなります。というわけで今回の動画はここまで。ロシア軍の死傷者が過去最悪レベルに達しています。そして、なぜそのような状況にもかかわらず、ロシア国内で反戦運動が盛り上がりを見せないのか。その理由として私は、どの地域の人々が多く人海戦術で用いられなくなっているか、そのことについて皆さんに数値をご紹介しました。皆さんはこのロシアの状況についてどのように思われるでしょうか。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンでクリックとあなたの感想コメント、また役に立ったなと思う方はぜひとも他の方にチャンネルをお勧めするとともにスーパーチャットもご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。